球の皆さんこんにちは、月くんと申します。いやー、ウルトラ関連の怒涛の新情報ラッシュで、少なくとも来年の上半期までは生きる希望が見出せた月くんです。その中でウルトラマントリガーの劇場版ウルトラマントリガーエピソード Z という神映画の情報が公開されまして、その映画でこの人イービルトリガーが登場するということでテンションが上がりまくっております。まあ正式にイービルトリガーという名前かどうかまだちゃんと確認していないんですけど、まあおそらくそうでしょう。ということで今日はイービルの先輩であるこのイービルティガさんの解説をしていこうと思っています。映画の公開は3月なので気が早い気もしますが、話題がホットなうちにやっておきます。はい、ではまずこのイービルティガはウルトラシリーズによくいる偽ウルトラマン系ではございません。れっきとしたウルトラ戦士です。しかも彼の本当の名前は登場してから25年経った今でも分かりません。どういうことかと言いますと、ウルトラマンティガと同じくこのイービルティガも最初は石像で発見されるんですよね。東北にあったティガの石像の方は皆さんご存知の通りダイゴが一体化してウルトラマンティガになるんですけど、ティガの石像があった場所はもともとティガの地と呼ばれていたので分かりやすかったんですよね。一方、熊本のイービルティガの石像があった場所はある天才科学者が地下を掘り進めるゲオザークという怪獣を作り出して自力で新しく発見された場所なんですよね。で、その石像にその天才科学者が無理やり一体化して動き出すんですけど、巨人の力を制御できなくなって暴れ出したせいでイービルイコール邪悪なティガということで勝手にそう呼ばれてしまったということなんですよね。だから本当の名前が絶対あるはずなんですけど、気の毒にも今後それが分かることはないでしょう。イービルティガ仮状態が25年間も続いています。まあ要はティガとイービルティガは初代ウルトラマンと帰ってきたウルトラマンやゾフィーみたいな感じのよく似た戦士だったということです。もし本当の名前が判明でもしたら、帰ってきたウルトラマンジャック以上に時を経てからの設定になりますね。ウルトラマンティガの横で一緒に石像になっていた2人といい、名もなき戦士が多いですね、ネオフロンティアスペースは。はい、ではそんなイービルティガ仮がどのようにして世に現れたかというと、まず先ほども言った通りイービルティガの石像を見つけたのはある天才科学者個人なんですよね。正木圭吾という科学者なんですけど、その科学力で地下を掘り進むことができたり、ティガと戦闘してもある程度やり合えるほどの怪獣を作り出して独自に調査していました。この時点でいかにこの正木圭吾という人物がすごいか分かりますよね。しかもそれだけじゃなくて、自分が超人になるにあたって何が必要で何が足りないかを論理的に彼なりにちゃんと研究していて、圧倒的な頭脳だけじゃなくて体も鍛えて戦っても強かったり TPC の人材を引き抜いたりする用意周到さもある非常に優れたハイスペックな人材です。しかも正木圭吾も大悟と同じく超古代の遺伝子を受け継いでいる人間なんですよね。自らが作り出した光遺伝子コンバータという装置と大悟から奪ったスパークネスの力、そして自らの遺伝子、これだけの条件を作り出して彼は石像と一体化してみんながよく知るイービルティガになります。しかし案の定というかそううまくはいかないですよね。かなりの条件を整えて満を持して巨人になったはずだったんですけど、彼にはウルトラマンとしての心が足りなかったんですよね。その他のいろんなスペックだけ見たらむしろ大悟より優れているように見える正木圭吾なんですけど、巨人の力に負けて暴走してしまいます。そしてティガと戦闘になるんですけど、その戦闘力もさすがの一言でティガとほぼ互角の戦いを繰り広げます。見た目もかっこいいんですけど戦い方もかっこよくて、必殺技のイービルショットもティガのゼペリオン光線の逆のモーションになっていて超かっこいいです。その戦いの模様はカラオケの映像でもよく目にします。この一連の流れはティガの第43話44話での出来事なんですけど、正木圭吾にしろ大悟にしろ入間隊長にしろ沢井総監にしろ各登場人物が名台詞ボットと化している素晴らしい回ですので、3月までまだまだ時間がありますのでそれまでに絶対見てほしい回です。そしてイービルティガを語る上で絶対外せないのがこの超古代狛犬怪獣ガーディです。超古代狛犬怪獣ってそこそこのパワーワードですよね。
このガーディはイービルティガと一緒に隣で石像になっていた元仲間の怪獣で、この怪獣のおかげで43話44話の一連のエピソードがより良いものになっています。まずガーディの石像と子犬の魂が一体化して復活するという流れがあって、その後暴走するイービルティガを悲しそうな声で泣きながら止めようとするんですよね。でもイービルは止まらなくてボコボコにされてしまうんです。その後どうなるかはぜひ本編でご覧ください。イービルティガはワンちゃん連れてたぐらいなんで絶対いいやつだったと思うんですけど、本来の彼の人格とか戦闘も見てみたかったですよね。そしてウルトラマントリガーの劇場版で登場予定のイービルトリガーなんですけど、楽しみな点がたくさんあって、まず誰が変身するのか、まあこれは多分この人なんだろうなというのが匂わされた予告ではあったんですけど、どんな流れでそうなるかも含めて楽しみですよね。あとはイービルティガとどこまで似せてどこで違いを出してくるかですよね。見た目は似た感じのデザインですけど、絶対違う部分というのが出てくると思いますから、その辺のバランスも非常に気になるところです。もしかしたら元祖イービルでは見られなかったタイプチェンジが見れたりとか、元々のイービルの人格が登場してみたいなことになる可能性もあるわけですからね。その辺も含めて3ヶ月間ニチャニチャしながら妄想したいと思います。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。